こんにちは。2回目の登場、じゅんじゅんです。よろしくお願いします。顔きれいになりました。いやー、暖かくなってきてキャンプシーズン到来ですね。やったー。今シーズンソロキャンプ始めてみたいという方すごい多いと思います。でもキャンプブランドってめちゃくちゃ多いし、まず何買えばいいかも分かんないし、世界一人で行くのもちょっと怖いし、いや僕も初めての時はもうそうだったんですよ。でもそんな悩みを解決するかもしれないブランド見つけちゃったんです。今回はソロキャンプを始めてみたい方、ぜひご覧ください。キャンプ初心者の悩みを解決してくれるブランド、その名は&MySelfというブランドです。ご存知でしょうか。&MySelfは2022年2月に、奈良県の株式会社ライズクリエーションという会社からデビューした、なんとソロキャンプ専門ブランドなんです。いろんなメーカーがソロキャンプ向けのギアを発売してるんですけど、ソロ特化のブランドってなかなかないですよね。それで&MySelfがどうやって初心者や悩みを解決してくれるかというと、はい、段ボールカモン。こちらです。この段ボールが何かというと、中にソロキャンプ体験20点セットという商品が入っています。&MySelf曰く、今からソロキャンプを始める人が何を買ったらいいか迷わないように、このギアで一体何ができるかを明確にするというのがコンセプトらしいんです。本当に使えるのとか、これはさすがにあった方がいいんじゃないのとかを、今日実際にこのセットでソロキャンプをして徹底検証してみたいと思います。それでは20点セットの中身を紹介していきたいと思います。テント、チェア、タープ、マット、寝袋、クーラーボックス、アルコールストーブ、マグ ×2、LED ランタン ×2、ハンマー、スパイスボックス、カトラリーセット、万能ナイフ、テーブル、ウォータータンク、クッカーセット、ランタンハンガー、メスティン、飯盒、グリルというか焚き火台。僕が買った時はこの20点で 47,800 円だったんですが、セールや在庫状況で上下するようです。ちなみに20点セットと言いつつも厳密には20点以上ギアがあったので、とりあえずギアが盛りだくさん入ってますよということです。まずはテントからチェックしていきます。収納サイズはこれぐらいの大きさになります。重さは約 5kg です。ペグを含め必要なものは全て揃っています。収納袋に説明書がついているのは親切ですね。テントの形状はワンポールテントと呼ばれるものなので、最初に四隅をペグで固定して最後にポールを中に入れ込んでいくという作り方のテントです。テントの中に入っていたペグなんですけども、これ結構丈夫なペグで、こういった瓦欄にも使えるので非常に重宝すると思います。残念ながら単品での販売はないんですが、価格によっては他のテント用に追加で欲しいと思いました。それに対してペグハンマーは軽いのはいいんですが、その分叩く力がないので、今回のような硬い地面のサイトだとちょっと大変です。じゃあ次はポールを差し込んでいきます。ポールはいわゆる安価なものでよく見る連結部分なんですけど、ぐーっと押し込むだけなので特に連結しにくいってことはないです。次はインナーテントを取り付けていきます。このインナーテントの床面は耐水圧 5000ml と記載されているので、それが本当であれば濡れたサイトでもインナーテントの下にグランドシートがなくても問題ないと思います。できました。テントの高さはこんな感じになります。ハイチャーだとちょっと頭が当たっちゃいそうですね。テント本体の耐水圧も 3000ml と記載されていました。 3000ml であればちょっとやそっとの雨じゃ全く問題ないと思います。上部には換気のためのベンチレーション、耐久性は分かりませんが、スペックと価格を考えると最初のソロテントとしては必要十分だと思います。次に寝具類をチェックしていきます。まずは折りたたみマット。ニーモのスイッチバックやサーマレスの Z ライトソルト、ほぼ厚さや重さは変わりません。大事な断熱性と寝心地については今日実際に寝てみて検証してみます。次は寝袋です。化学繊維なのでやっぱり収納サイズは大きめです。形はフード付きの封筒型。試しに寝てみました。175センチの僕だとこんな感じの収まり。寝心地に関してはマットと同様、今夜実際に寝てみて確認します。途中で気づいたんですが、腕と足を出せる仕様になってました。次にタープをチェックします。タープは六角形のヘキサタープで、大きさは 280×338 センチです。大きすぎず小さすぎず、ソロにはちょうどいいと思います。こちらもテント同様、必要なものは全て揃っています。ポールは別売りなことが多いですが、やはり初心者用ということで216センチのポールも2本付属しています。説明書にはアレンジ方法が記載されていますが、今回はサイトが小さいのでテントにかぶせるカンガルースタイルで立ててみます。前方に貼る場合は最低でも5メートルほど前後にスペースがあるサイトがいいと思います。立てる途中に気づいたんですけど、ポールの強度がちょっと不安に感じてしまいました。
風が強い海辺のサイトだったり冬キャンプで雪が降るような環境だと危険なので、これは最初に買い足すか風の少ない林間サイトを選ぶ方がいいかもしれません。素材はポリエステルで耐水圧は 1500ml と記載されていました。こちらも大抵の雨だったら問題ありません。使いました。座りたいので椅子をセッティングしたいと思います。こちらは組み立て式のコンパクトチェアです。骨組みは連携させるだけ。座面の布を取り付けるのは結構力がいりますが、組み立て式は構造上力が必要なものなんです。背もたれも高くバックレストがついているのが珍しいですね。小物入れもついていました。机セッティングします。こちらは組み立て式のコンパクトテーブルです。シンプルな構造で初心者の人でも迷わず組み立てられると思います。マイマイが使っていたコールマンソロスタートパッケージでもそうだったんですが、セットの調理道具やマグを全て机に乗せようとするとマイマイと同じ鉄を踏むことになるので、別途でコンテナケースやラックは必要かもしれません。はい、ひとまずサイトがそれっぽくなりました。次に調理器具をチェックしていきます。万能調理器具メスティンはレザーカバー付きです。保温力は未知数ですが保温ケースも付いてました。固形燃料を置く五徳も付属しています。固形燃料は用意する必要があります。それと風防、底網も付いてます。このセットがあれば何でも作れるので初心者の方にはありがたいセットかと思います。はい、じゃあそれではお米炊いていきます。お米炊くためにこちらのウォータータンクに水をたっぷり汲んできました。ここで一旦ウォータータンクをチェックします。折りたたみタイプのジャグとしては一般的な形ですね。キャンプの必須アイテムではないですが、あると何かと便利なので、これが最初にセットに入っているのはとっても親切だと思います。さて、今回はお米プレミアムの新潟県産新之助というお米を炊いていきます。2合入りで量もちょうどよくて、Amazon でもブランド米のセットがあるので、これはとってもおすすめです。メスティンと固形燃料での詳しいお米の炊き方は解説動画がたくさんあるので調べてみてください。お米を炊いている間にチタンマグカップとアルコールストーブをチェックしてみましょう。1つ目のマグはシングルボールで直接火にかけてお湯を沸かすことができるものです。2つ目は火にはかけられませんが保温性の高いダブルボールになっています。次はチタン製のアルコールストーブ、五徳を上に取り付けるタイプです。燃料用アルコールは Amazon でも薬局でも購入可能なので事前に準備しておきましょう。実際にお湯を沸かしてコーヒーを作ってみました。このアルコールストーブ、思ったより火力が強くてびっくりしました。コーヒー1杯分ぐらいのお湯だったら本当に2分ぐらいで沸いてしまいます。ただ火力調整ができないので料理にこだわる際は不便に感じることもありそうです。革手袋や軍手はセットに含まれていないので火を扱う場合は事前に準備しておきましょう。お米は炊き終わったので付属の保温ケースに入れておきます。暗くなってきたのでランタンをチェックしていきましょう。右がメインランタン、左がサブランタンです。メインランタンは電池とバッテリーどちらでも使用可能でこのように引っ張ると点灯します。連続点灯時間は最大の明るさで4時間となっていますが電池と併用すればもっと長持ちさせることができます。他にも懐中電灯のような使い方もできますし、いざという時の SOS 機能も備わっています。サブランタンはスタンダードなもので必要十分な明るさです。バッテリー容量はハイの明るさで4時間、ローで10時間です。メインランタンを付属のランタンハンガーでターフポールに、サブランタンはインナーテントで使うのがいいでしょう。メインランタンとサブランタンを併用すれば暗くて見えないってことはないと思います。次はアルコールストーブ、薪、炭の使用が可能なグリルをご紹介します。焼き網と頑丈なロストルがついています。今回は奇跡的に見たことのない短い薪がキャンプ場で売られていたので問題ありませんでしたが、一般的な薪の大きさだと入らないので基本はアルコールストーブか炭で使用するのがいいかもしれません。薪の奇跡に続き直火も OK でした。20点セットの中に地面を守る焚き火シートは付属していないので別途準備する必要があります。ちっちゃくてかわいい。焚き付け用の細い薪は万能ナイフで作りました。万能ナイフにしてはサイズが大きく、ナイフに加えてペンチ、缶切り、ボトルオープナーがついています。唯一これだけが謎でした。知ってる方いたらコメントでぜひ教えていただきたいです。
耐久性は分かりませんが、刃が大きいのでバトニングも一応できました。ちなみにトングは20点セットに入っていないので別途購入が必要です。さて、今日はお肉を20点セットの中のソフトクーラーに入れて持ってきました。サイズは5リットル、10リットル、15リットルの3サイズで、こちらは10リットルサイズです。1泊であれば十分な保冷力かと思いますが、真夏の場合は保冷剤と氷をしっかり準備して、お肉のような生ものはその日中に消費してしまう方が安全かもしれません。次にクッカーとカトラリーをチェックします。クッカーは3点セット、カトラリーセットは箸、スプーン、フォーク、収納袋がついております。クッカーはフッ素樹脂加工がないので貼り付きやすいです。カトラリーセットのお箸は伸縮タイプなんですが、使用中に力が加わると縮まってしまうので少し使いづらかったです。カトラリーセットのみの価格は2480円なんですが、個人的には単体での購入は正直微妙かと思いました。次に今回は使わなかった調味料ケースです。調味料ケースはキャンプを何回か経験すると、キャンプスタイルや頻度によって買うか迷うアイテムですが、これが最初から試せるのは初心者セットならではですね。それではお肉も食べ終わったので寝具をチェックしていきます。この時の気温が8度、思いのほか寒いのでちょっと不安の中眠りにつきます。不安と言いつつも5秒で眠りについてしまいました。いつも使ってるダウンの寝袋と比べると、収納性と防寒性は劣るんですけども、8度ぐらいの気温だったら全然寒くて起きることもなく、ダウンよりも厚みがあって、あとマットもあるので寝心地はかなり良かったです。個人的にびっくりしました。はい、ということで20点セット全てのチェックが終わりました。タープのポール、燃料周り、耐熱手袋、トング、焚き火シートを追加で準備する必要があるのと、一つ一つのギアはどこかで見たことあるなーっていうのも多かったんですが、コンセプト通り全く未経験の方のスターターキットとしては優秀かと思いました。これをベースに使い続けるものとアップデートしていくものを考えるのも楽しそうです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とコメント、あと高評価もぜひお願いいたします。以上、キャンプアカチャンネルじゅんじゅんでした。バイバーイ。